綾野西阿波。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりでございます。綾野西阿波のお時間でございます。お時間でございます。それでは恒例の、今日も一日、お疲れ様でした。これも編めたやつですよ。はい。というわけで。ね。はい。ありがたいことに、はい、私たち、綾野西デュエット、メインチャンネルですね。立ち上げてからね、もうすぐ3年経とうかな。あ、そうですね。で、もうすぐ4年目に入ろうかっていうぐらい、まあ、結構長いこと YouTube ね、させてもらってるんですけれども、はい。で、過去には、まあ、特にその、チャンネルを立ち上げた当初っていうのは、結構やっぱり自分たちのこの YouTube のその運営の仕方みたいなのが、これ、果たしてこれでいいのかとか、これでちゃんとチャンネル登録者の方が増えていくのかっていうことに、やっぱり悩んだ時期というか、迷った時期っていうのがやっぱりあったんですよね。で、まあ、それをこう、なんとか払拭しようというか、正しい方向性にこう、導いてもらいたいなということで、結構前の話にはなるんですけれども、YouTuber 事務所の門を叩いたことが一度ありまして、その時の話をね、してみるのも面白いかなと思って、今日はね、その話をしようと思います。もう、それこそ本当にね、2年以上前の話になるかと思うんですよ。本当に綾野西デュエットのチャンネルを立ち上げて、まあ2、3ヶ月ぐらいやった頃ぐらいに。だからチャンネル登録者していただいてる方、100人ぐらい100人もいなかったかもしれないです。自分たちが期待したほどのですね、伸びをやっぱり最初は感じられなかったもので、で、そもそも YouTube の運営の仕方自体もよく分かってなかったっていうこともあって、どうしようかなと思ってた時に、たまたまその某 YouTuber 事務所さんが、まあ所属のタレントさんというか所属の YouTuber を募集しますっていう、募集を見かけたんですよ。で、と思って、こういうところに一度所属してみて、YouTube の世界の何たるかを学んでみるそうだね。っていうのも一つの手かもしれないなというふうに私思い立ちまして、一応応募をしてみました。はい。そうするとね、結構早い段階でお返事来たんですよね。面談させていただきたいと思いますっていう感じで、まあそのメールの文面を見る限り、相手の方も割とこう乗り気というか、なのかなと。そうだったね。はい。で、まあ募集の段階で、メインチャンネルも立ち上げてましたので、だからもう、うちは一応綾野西デュエットというこういうチャンネルやってますよっていうことももう資料というか、応募の段階でもう相手の方に見せてたんで、相手の方も私たちのチャンネルをご覧になった上で、面接しましょうと。言ってくださってるんだなっていう、まあ理解だったんですよね。はい。で、1週間後ぐらいですかね、に、まあ面接というか、まあ結構コロナの真っ只中っていうこともありましたので、そうです、そうです。どこかで直接お会いしてという形ではなく、スカイプで面接しますっていうお話だったんですよ。ということは、まあ、テレビ会議的な感じで、面談してくださるのかなと。私たち思いまして、実際面談に臨んだんですよね。その頃の時記憶ってございます？なんとなくね、ぼやっとね。確かなんかそこであれやもんね、パソコン1台ね。そうそれを覚えてますよ。覚えてますか？そうなんですよ。で、やっぱりあんまりね、私そのズームとかスカイプのそのビデオ通話機能を全くじゃないんだけれども、あんまり使ってなかったんで、その環境的にちゃんとその映るのかしらとか、音声ちゃんと相手にね、聞けるのかしらっていうところがちょっと心配だったんで、その面接までの間にちょっとテストなんかをしてみたりとかして、これだったら多分相手の方にもストレスのない環境で、まあ面接していただけるのかなと思って、当日迎えました、面接の時間、相手方から、まあコールがありました。取りました。そしたら、画面出ないんですよ。そうですね。真っ黒ね。真っ黒。あれと思って。そうよね。つまり、ただの通話機能しか使わないタイプの、まあ、面接じゃないですよね。だから、まあ、ほんま、電話ですよ。電話という形の、まあ、面談まあ、インタビューが始まったんですよね。で、親という感じで。で、こちらは、おそらく画面付きで、ビデオ通話するだろうと思ってたから、まあ、それなりのやっぱ格好もして、先ほども言ったように環境も整えて挑んだんだけど、あら、通
話ってだったら、通話機能でやりますって言ってくださってたらよかったのにな。そうそう、だからね、普通に電話をかけて、スピーカーをしてね。にして、俺喋ったらいいだけの話じゃないかな。そうそう、スカイプって言われると、テレビ通話かなって思うじゃないですか。多分ね、そんな感じに受け取るもんね。そうなんですよ。というわけで、当初の最初からメールをくださってた、女性の若い方でした。の担当者の方と、3社で通話をするという形でインタビューが始まりました。で、私、非常に驚いたのが、相手のYouTuber 事務所さんの条件。所属の条件として言われたことのまず一つ目が、月に15本は動画を上げてくださいってまず言われたんですよ。言われてたね。そう。まずそれ聞いて行だったんですけれども、で、その次言われたのが、編集だとか、撮影だとか、そういったことは全てご自身で行ってくださいって言われました。それ2点目。で、3点目、これが一番びっくりだったんですけど、音楽以外のコンテンツやってくださいって言われたんですよ。だって私たちミュージカルのね、そうなんですよ。デュエットを中心にそういった音楽配信ということをね、もうやっていこうということで始めたんですけど、始めたし、だから音楽自体では収益化ができないから、著作権の問題とかありますよね。だからそういったところで音楽ではやめてくださいと。そうなんですよ。それ以外の何か考えて、そちらの YouTube に切り替えてくださいみたいなことね。そうだったんです。と思ってね。そうなんですよ。応募の段階で我々はミュージカルを夫婦で歌ってますっていうことを言ってるし、そういうことがやりたいっていうことも言ってるし、なぜもすでにチャンネル立ち上げて動画も数本上げてましたから、それを見た上で、そういうこと言うんだっていうのが、もうありましたね。そうなんですよ。で、だからやっぱりのっけから結構厳しいというか、条件、あちらが提示する条件っていうのはすごく厳しかったんです。じゃあ、逆に、そのような厳しい条件をもってしても、こちらがそちら、ね、その事務所に所属するメリットって何だろうって、当然こちらは思うわけじゃないですか。だから、それももちろん我々は質問していったんですけど、それに対する明確な答えは何もないんですよね。そうですね。私が気になったのは、YouTube 事務所に所属するのであればね、その YouTube が伸びるために、例えばチャンネル登録者が一気に500人ぐらいにね、関係者が登録してくれてとかね。どんと500人ぐらいの規模の YouTuber にね、私たちなれるのかなとか思ってたんで、そのことを聞いたら、いいって言って。そうなんですよ。だから、チャンネル登録は自分たちで増やしてくださいということだったんですよね。そうなんです。だからノウハウはお教えしますよっていう感じなんだと思うんです。だってそれもはっきりは言わないんですよね。だからコンテンツに関して多少相談に乗りますよっていうことと、多分その YouTube アナリティクスっていうのね、全然普段から我々見れるんですけど、それの見方とか、おそらく YouTuber 事務所の方もアナリティクスを見た上で、いろいろ分析してこういうコンテンツ作っていきなさいよっていうことを多分、言ってくるんだと思うんですけれども。もちろん私たちが事務所に、めでたく所属できましたと言ったって別にお給料が発生するわけもないしね。そこなんですよ。そうなんですよね。だから別にそこの社員になるわけじゃないので、お給料がいただけるわけでもなく、そうで金銭面のことに関してはちょっとやらしい話かもしれないですけど、その事務所に関してはです。他は知らないですけれども、その事務所さんに関しては所属してるタレントっていうか、YouTuber さん全員の成績を見て、その月のトップ2組に関しては奨励金出しますよっていうシステムだったんですよ。つまりだからそのトップ2に入れなければ、全然見入りがないんですよ。だからそれこそ本当にチャンネル登録者が1000人以上で、チャンネル自体が収益化できてない限りは、本当に無収入になってしまうので、YouTuber としては、ますますその事務所さんに所属して、やっていけんのかなっていうか、何がメリットなのかなっていうことが本当最後まで分からなかったんですよね。で、やっぱり何回も言うのは、著作権があって収益が難しいので、音楽以外のことやってくださいって言われるから、っていう感じでね、我々も。それで、ニッシーがいい質問を投げてくれたんですよね、先方に。ズバリ聞いたんですね。
なぜ私たちのその動画をご覧になって、どこの部分がいいと思われて、書類選考をパスして、面談にまでね、私たちを招いていただいたんですかっていうようなことを言ってるね。そうなんですよ。だって音楽ダメなんだったらね。音楽ダメだったらね、なんでっていうふうにお聞きしたんですね。そうなんですよ。その時のね、相手の方の返答も、ちょっとびっくりする内容だったんですけど、まずミュージカルというコンテンツが、これから上がってきそうなね、人気が出そうなジャンルだと、私個人的に思いました。っていうのが一つ目。で、もう一つ目、お二人の動画を見させていただいて、お二人のお歌、まあまあうまいかなと思いました。なんかね、そこそこうまいなとかいう表現だったんですよ。で、と思って。まあ私たちもね、そんな自信満々ってわけじゃないけれども、やっぱりそれなりにね、やっぱり社交辞令でもいいから、そうなのよ。お二人やっぱりお歌上手ですねとか、そういった理由で撮ったんですって言えばいいものを、そうなんです。動画を拝見してもそこそこ歌えますね。なんだろうな、これ、ね。失礼ねと思ったんですよ。でね、それを言われた時に私、それまでの、面談までの、その担当者の女性とのやりとりっていうのを、反芻した時にね、ある時ね、メールがね、夜中の1時に届いたことがあったんですよ。先方からのメールがね。そうなんで、そうなんで。私、今、生モードにしてますから、当然音とかはならないんですけど、たまたまその時起きてまして、なんでこんな時間にメールって思って、海外かなと思ったんですよ。そしたら、そのね、事務所さんの担当者の方からのメールで、こんな時間にメール送ってくんのって思ったんですよ。で、それはもちろんその担当者の女性の方に配慮がないなっていうことも当然なんですけれども、要は会社が、その事務所自体が、もうこの彼女に、その時間に要は応募者に対してメールを送ることをさせてるというか、っていう会社なんだと思ったんですよね。だから、これは多分、企業自体がというか、会社さん自体が若干ブラックかな。ブラックでしょうね。で、メールだったらさ、予約送信とかできますしね。そうね。そう、翌朝に飛ぶように、何時に書こうがね。それは相手の生活スタイルなので、別に夜中の1時にメール書くことは全然いいんですけど、相手に届く時間っていうのを朝に設定するとか、朝起きてから送信ボタンを押すとか、そうですよね。なんとでもできるんですけど、そういうことができないんだなぁ。だから、社員にそういう働き方というか、そういう仕事の仕方をさせている会社だから、きっとブラックなんだろうなと思ったし、であれば、それは所属してる YouTuber に対してホワイトな会社のはずがないんですよ。だから、ここはちょっと微妙な会社かもなっていうのは、インタビュー前からやっぱうっすら感じてたんですけれども、やっぱりそのやりとりの文面からもちょっとチラチラ感じる面はあったんですけど、実際にそのインタビューで相手のお話の仕方自体がね、まずいなっていうふうに感じましたね。我々もYouTuber 事務所の門叩いたのはもうそれが後にも先にもね、その一回きりでしたけど、ただやっぱりほら、企業の面接とかね、いろんなことをやっぱり一応それなりの年齢ですから、経験してきてるじゃないですか。その中でやっぱり、ちょっとこの会社は、もう一つだなってね、思う時ってあるでしょう。言葉が悪いですけれども、なんかいいとこ取りされるっていうかね。そう、搾取されるじゃないけれども。要するに私たちが、YouTube、1000人、2000人とこう大きく膨れ上がってきて、収益化が見込めるようになったら、ちょいと、もういただきますよってなもんでね。なんかうまいとこ取りされるだけのことで、私たちとメリットって言ったら、撮影場所は提供しますよ。で、情報はいろいろと提供させていただきますよ。家路というかね、いろいろノウハウはね、お教えしますよ。そう、だから、編集を手伝っていただくとかね、本当にそういうマンパワー的なことはやりません。一切やらないと。お給料ももちろんいただく。お給料いただくつもりではなかったけどね。そうです。我々としたらやっぱり、チャンネルの成長をね、やっぱりちょっと、焦ってたのもあったので、爆上げ急成長させたかった。そうですね。手探りの状態だからね、やっぱ100人に満たない状態でっていう。だけど今現在は633人ですね、今日はね。すごいんじゃないですか。
ですか。あ、そうですよ。ね、なんかまあ、大人の手を借りずにね、うん一応なんとかここまでやってきてました。そうですよねまあ、皆さんの目にはどう映ってるかは分かりませんけれども、うんまあ、我々の自己評価としては、よう頑張ってる方やなと。あ、そうですね、うんそのミュージカルとか、あ、そう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 。歌ってみたっていう、まあ、コンテンツの中では、あ、そうですよ。そこそこ貢献してるんじゃないかと思います。皆さんがご覧になってるチャンネルさんは、ほとんどが、やっぱりそのおすすめでポンポンポンって上がってきやすいような大手ちゃんの大手ちゃんやって大手のチャンネルさんばっかりなんですよ。でも世の中にはもうこのおすすめにも載らない、まあ、うちのチャンネルのようなちっちゃなチャンネルさんがもうたくさんね、もう星の数ほどあると思いますよ。そうなんです。これ前お話ししましたっけね。お話ししましたかな。1000人、チャンネル登録者1000人に到達するまでに、諦めてやめてしまう人の確率が8割、ね。8割って言われてる世界なんですやっぱり1000人という壁がすごくある。ものすごく分厚いんですよ。そうなんです。で、私たちは633 3まで来たんでね。だから、今、まあ2年間やってきました。まあ、3年、もうすぐ3年ですよ。もうすぐ3年になりますけれども、まあ、あと1年ないしは2年ぐらい。頑張ったら、まあ、計算上は1000人を超えるであろうと。あ、そうなんですよ。いうところなんですよね。そしたら、まあ、私たちはその収益化を目論んでるわけではなくて、1000人を超えると、いろんな世間の人の目に触れやすくなる。そうなんです。だからまあ本当に諦めずに始めたからには、そこには絶対に届かせたいっていう思いで我々もね、やってますんでね。広くね、皆さんに見ていただきたいっていうところそうなんです、そうなんです。結構検討してる方だと、今は私たちはそういうふうに自己評価できるんですけど、当時はそういうことも知らなかったから、わあこれはなかなかきついな、厳しいなって言ってね。で、誰かのやっぱり知恵を借りたいとか、助けを借りたいっていう、やっぱりそういう気持ちになった時期ね。まあそうね、その、駆け出しの頃やわね。そう、駆け出しの頃。駆け出しの藁をもつかむような思いっていうんですか。でも今はね、私自身は633名も見ていただいてるんで。まあメインチャンネルね。メインチャンネルの方ですね。ですから別にね、これからも楽しんで見ていただけたらなと思って。本当に。で、私たち自身もやっぱり楽しまないとダメだな。そう、本当そうなんですよ。やたらとね、チャンネル登録者1000人を意識しすぎてね、これだったらバズるだろうとかいう、そういう、もう全く歌とは関係ないところのね、コンテンツを垂れ流しする、そういったなんか方向性にはね、したくないし、そこである程度視聴者さんが稼げたとしてもなんかちょっと虚しさがあるんですよ。今まで登録していただいた方はやっぱり歌ってる私たちがね、いいよ応援してあげるよっていうことでね登録していただいたんで、そこのやっぱ軸はぶれたらダメだね。そうなんですよ。がっかりさせたくないっていうね、本当に応援してくださってる方をね、っていうのがあるんで、もうゆっくりでもいいから確実に上がっていこうというふうに3年経ってですね、もう一周したって感じですよね。もういろんなこと試してね。そうやね。今度の4月で、そっか、もうあと1ヶ月で大体丸3年経つんでね。そうなんですよ。だからテレビ番組に応募してみたり、オーディションに応募してみたり、他にもね、ネタになりそうないろんなね、あれこれあるんですけど、まあ今日はね。お話ししたいのは私からのど自慢。ね。このお話ね。させていただけたらと思ってるんですけどね。やっぱりアイ&西のプロモーションのためにいろいろと外に働きかけるっていうことはこの3年間もしてきたし、まあこれからも多少はするんですけれども、けどそこに軸足をガッと置くんじゃなくて、あくまでやっぱりコツコツと、本当コツコツなんですよ。結局3年やってやっぱり戻ってきたコツコツが一番なんですよ。私たち自身が楽しんでやっているっていうことは視聴者の皆さんには伝わるんじゃないかなというところでね。だからね、もし仮にその事務所さんに入って、その月15本音楽以外っていうところに縛られてやってたら、やっぱりねどこかで絶対無理が出てたと思う。そうですね。そうなんです。自分たちのやりたかったことこんなんじゃないよって多分早い段階で私ギャーって言ってギャーギャー騒いでると思いますのでよかったなと。結局結果不採用だったんですけど、もう全然こちらももうねそのインタビューでないなって思ったんでね。
だからまあ、すべての YouTuber 事務所さんがこうとは思わないですけれども。全く私たちも知らんからね。そう知らなかったから。ただ、やっぱり、ベースとしてはその月15本って言われたみたいに、数たくさんあげましょうっていう考え方なのはおそらくそうなんだろうなと思います。まあ、それは正解じゃないかなと思います。正解だと思います。そうなんです、そうなんです。ただやっぱりジャンルとかがね、我々のやってる内容、でいくと、いや、月15本無理なんて。無理だね。だってこのアワーだって最初毎日更新しますって今こんな状態ですから。いやもうかなりね。そう、家の中で喋っとるだけやんか、言うて。かなり彼女もちょっとね、もういっぱいいっぱいよ。やっぱりなんだかんだでね、そうなんですよ。いやね、だから継続することは難しいことでね。そうよ。そんなやっぱりすっごいハイペースでね、何事もやっていこうと思ったらやっぱそのことに集中した生活になっちゃう。でね、楽しくなくなっちゃったら、やっぱきついんですよ。全くの仕事になってしまう、ね。そうなんです、そうなんです。なので、まあちょっと今、ここ本当になんか、いつ更新するのって状態になってますけど。そうですよ。それでほら、ナトさんがさ、この前ね。ナトさん、はいはい、ナトさん。ナトさんがコメントありがとうございます。コメントありがとうございます。ね、待ってます、言ってね。そう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 。過去の動画をね、見ておきますって言ってくださいね。すごくね、本当そういうコメント一つ一つがね、すごくありがたいよね。ありがたいです。本当に。こんなね、気まぐれチャンネルに。そうです、気まぐれチャンネル。もうちょっとやらんかいいうね、お叱りの声もあるかと思うんですけれども。そうなんですよ。ちょっとね、タイミングが今ちょっと悪かったもんですから、そうですね。ちょっといろいろね、ありましてね。これからはちょっと定期的にっていうか、そんな毎日ではないですが、できるだけやっぱりポンポンと動画をね、アップさせていただけたらと思ってますのでね。思いますのでね。はい。これに懲りずにまた見に来てください。また見に来てください。もう YouTuber 事務所には応募しません。応募しません。マイペースが一番です。楽しくやるのが一番です。私たちとミルクちゃんとで視聴者の皆さんでこのチャンネルを大きくしていこうかなと思っておりますので、はい、今日はそのようなそうですねお話でございます。はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回も見に来てください。はいでした。西でした。アイ&西でした。おやすみなさい。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイ&ニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。